わし天国いる？思ってたよりそんなにきつくないです。こっちのね左腹が痛いんですよねマジで。うわーということで頂の景色こちらです。やば、泣きそう、やばい。はい、皆さんこんにちは。僕は今ですねノルウェーのオスロっていう町に来てます。このオスロって町にはですねトロルトゥンガっていうハイキングコースがあって、それに挑戦するためにね来ました。めちゃくちゃアクセスが悪くてですね、日本ではね全然有名じゃなくて、西洋の人にはね結構人気なスポットで YouTube とか見ても全然来てる人とかいなくて、行き方とかね調べるのに結構苦労したんですけど、今回ねそのトロルの下っていうハイキングに挑戦したいと思います。気温なんですけど今9月の上旬で12度です。はい、なんで結構ね寒いです。でどうやって来たかなんですけど、ノルウェーのね首都のオスロっていう場所からですね、VY っていう国がね運営してる夜行バスを使ってまずボスっていうね町に行きました。でそのボスからスカイ SS っていうバスをね利用してこのオッタっていう町まで来ました。オスロからはね1本では出てなくて乗り継ぐね必要があります。他にもね、ベルゲンから来る方法とかいろいろあるんですけど、今回は僕はねボスっていう場所を経由してここまで来ました。安く行く方法としては、ベルゲン空港からね、オッタに向かうのがね一番安いと思います。でトロルの下ってなんやねんって感じだと思うんですけど、往復ね10時間から12時間の結構ね中級者上級者向けのねハイキングコースになってて、体力昔はあったんですけど結構今は不安ですね。そのトロルの下にね行ける条件っていうのがあって、ノルウェーのね夏の時期しか行けないです。っていうのもね冬になると雪が降ってくるんでガイドをねつけないと入場できないようになってます。だいたいね5月の後半から9月のね終わりぐらいまでが、個人で行ける期間になります。晴れてないとね、絶景は見れないです。でね、ちなみにノルウェーは1年間のうちね300日がね雨っていう鬼畜なんですけど、明日はね一応天気予報では晴れってことだったので明日ね向かいたいと思います。はい、でですねちょっと体調があまりよろしくなくて、左脇腹がねものすごく痛くて、深呼吸するとねズキっていう感じの痛みが来るので、めちゃくちゃね明日行けるか不安なんですよね。で予備の日にちもあんま取ってないので頑張って今日中に直して明日行きたいと思います。今からね買い出ししていきたいと思います。ちなみに物価高いノルウェーなんですけど、世界でね水道水が飲める9カ国のうちのね一つなので水代はねかからないです。これが結構ね熱いですね。エキストラっていうスーパーマーケット入ってみたいと思います。ちなみにね水買おうとすると一番安いので 10.4 ですね。みんな大好きねコーラ1本ですね400円です。はい、基本的にねちょっと食べ物を中心に紹介したいと思います。このね結構デカめのポテトチップスがね25ノルウェークローネですね。なんか2つで60とかもあります。はい、ちょっとねサンドイッチ作っていこうかなって思ってて、一番ね安いパンが15ノルウェークローネですね。で結構でかいです。驚くほど高くはないですね。でパンはちょっと硬かったんですけど、このねちょっとふわふわしたパンだと25ノルウェークローネですね。はい、お米がね意外とお安くて1キロ入ってね26ノルウェークローネです。ハムは2つセットで52、一番安いのだと 15.2 ですね。ただねちょっと合成肉みたいな感じですね。はい、サラミとかも売っててサラミは26ですね。はい、ノルウェーはねサーモンが有名ということで、これね 500g 入って120ノルウェークローネですね。思ったよりねバカほど高くはないですね。でこのエビも結構入って50ノルウェークローネです。牛乳はね 19.9 です。あとなんかチーズが安いらしいんですけど 27.9 ノルウェークローネが一番安いやつですね。これですね。いやこれぐらいあれば十分ですね。卵ね思ってたより安かったです。6個入りで25ノルウェークローネで10個入りになると25ノルウェークローネですね。
なのでね、ちっちゃいやつ2つ買った方がお得かな。はい、チンするタイプもあるんですけど、ちょっとね多分高くなると思うんで、今回パスで。はい、鶏肉のね細切れみたいなやつ 500g で70ノルウェークローネですね。サーモン最安見つけました。 400g で47ノルウェークローネです。めっちゃ買いたいんだけど、ただねここ1日しかいないんでこんないらないんですよね。はい、バナナねすごい安いです。 1kg ね20ノルウェークローネで買えます。このねちっちゃいリンゴは30ノルウェークローネですね、 1kg。 はい、今回泊まるホステルはねこちらのブルーハウスホステルっていう場所です。ここら辺だとね2つしかね安い宿がなくて、これ1泊で7200円しました。時期によってね値段が結構変わるみたいで、安く取る方法があって、直前にね予約すると、安くなってました。ここの今日泊まるホステル、本来だと8700円ぐらいするんですけど、僕1日前に予約して7200円でした。リスキーではあるんですけど、そっちの方が安くなります。ここのホステルねめちゃくちゃいいんで紹介したいと思います。こういう感じでねフロントみたいなのはなくて、はい、メールでね詳細が届きます。でねドミトリーは地下みたいです。これがドミなんですけど、カーテンはないんですけどめっちゃ綺麗です。でトイレもこんな感じで、水回りもねめちゃくちゃ綺麗です。でねキッチンがすごくて、ちょっとね買ってきたものを紹介したいと思います。まずねパンが15で、この卵が、25で、このバナナがね13でした。キッチンこんな感じでめちゃくちゃ綺麗で、いろいろねこういう調味料とかもね揃ってて、でなんかフリーフードみたいなので他の人が残してくれたやつが食べれます。もっとすごいのがね、この冷蔵庫のあるこっち側のやつ、全部ね無料で使っていいみたいです。まさかのねハムありました。激アツすぎる。でねマヨネーズとかもねあります。マジで最高ですね。運なんですけど。はい、ということでねマヨネーズあったんで卵サンドもどきみたいなの作りました。ハムとチーズ拝借して、何日か分作りました。これでね明日行きたいと思います。ちなみになんですけど、コーヒーとねお茶は飲み放題です。はい、皆さんおはようございます。今日はですねついにトロルトゥンガっていうところをハイキングしていきたいと思います。肝心の体調なんですけど、まだ肩腹痛いです。治んなかったですね。ちょっと今回ね体調不良の中登るということでめちゃくちゃ不安です。ということでね、今からトロルの下行ってきたいと思います。実は今 P2 っていう場所にいて、だいたい来る人はね昨日いたオッタっていうところから、このね P2 っていうところにねバスで来ます。 P2 はこんな感じでトイレがついてて、はい、トイレは無料でね、トイレットペーパーもついてます。でこっから先は、トイレないので気をつけてください。なので12時間ぐらいねトイレ行けないです。基本的に P1 から P2 まではみんな取るチケットで、 P2 から P3 っていうところまでもバスが出てて、そのねバスはね取りたかったんですけど時間がね埋まっちゃってて、今回ね取れませんでした。これが入り口です。 P1 から P2 までのチケットは片道ね200ノルウェークローネで、往復でね買うと300ノルウェークローネで安くなります。 P2 から P3 までは片道150ノルウェークローネです。で基本的にオンラインでねどっちも買えます。一応当日券も買えるみたいなんですけど、見ての通り長蛇の列ですね。ちょっとね今回は頑張って歩いていきます。はい、ちなみにね P1 から歩くとプラス18キロで、 P2 から歩くとプラス7キロ、 P3 からねスタートするのがおすすめです。で道こんな感じで舗装された道をねくねくねとひたすらね登っていきます。ちなみに今はまだ曇りです。いや本当に晴れてくれることを願いますね。とりあえずね P3 まで登ります。はい、今ねちょっと歩いてきたとこなんですけど、見てください。白いやつね全部雲です。ただね後ろからね P2 から P3 に行くバンに脱がされると悲しい気持ちになります。文明の利器使いやがって。道端にね野生のキノコありました。すげえ。ということでね1時間ぐらい歩いて P3 到着しました。思ってたよりそんなにきつくないです。はい、でこっからですねまた登っていきます。はい、ちなみに看板がある通りねこっから10キロです。厳しい。はい、今ね1時間ぐらい登ってきました。普通の平坦な道だったり急な坂だったり結構差がすごいです。急なところ行くとね息深くするじゃないですか。腹が痛い。
結構苔がねいっぱい生えてて緑色の石が多いですね。結構映像じゃ伝わらないと思うんですけど、結構急でもうコンクリートを敷き詰めましたみたいなぐらいでっかい岩ですね。でね、天気も多分晴れそうです。周りが結構緑の石がねいっぱいあるから、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、なんかね地球にいる気がしないです。宇宙のどこかにいる感じがします。なんかナメック星みたいなとこにねいる感じがします。体はねめちゃくちゃ暑くて、背中がねもうびっしょびしょなんですよ今。なんですけど手がめちゃくちゃ寒いっていう。こっからねまだ全然あと 3,4 時間ぐらいもうひたすら歩いていきます。途中ね休憩しながら行きたいと思います。やばい、湖みたいなのあってめちゃくちゃ綺麗なんだけど、いやーここで休憩したい欲もあるんですけど、もうちょっと頑張ります。歩いてね2時間ぐらいしたんですけど、小屋ありました。水が切れて、このトロルの下の水なんか飲めるらしくて、ちょっとね気になるんでね飲みたいと思います。このね上流から流れてきてる綺麗そうな水だったら大丈夫でしょうということで、ちょっとねいただきます。水めちゃくちゃ冷たい。ということで水こんな感じですね。CM？ 若干不純物みたいなの浮いてなくもないようななくないような感じです。当たり前ですけど自己責任ですね。はい、今絶賛下痢中の僕ですが、ちょっといただきたいと思います。なんかほのかに川の香りというか、はい、自然の香りがします。いただきます。めちゃくちゃうまいんですけど、日本の水みたいにカルキ臭いとかそういうの全くなく、全然美味しいです。はい、もうね山頂じゃないかっていう感じなんですけど、はい、絶景です。こちらです。わし天国いる？ちょっとね霧で見づらいんですけど、フィヨルドがね本当に綺麗です。ここら辺でなんかちょっと椅子とテーブルみたいなのあったんで、ちょっとね休憩したいと思います。ということでね、昨日買ったバナナいただきます。うますぎるって。絶景見ながら食べるバナナ最高です。多分ねもう少しでね半分か、もう半分いってるんですよね。頑張ります。なんとかねいけそうではありますね。はい、ちょっと見にくいんですが、すごい崖の上でねテント張ってる人います。いやー、あそこで張るテントは最高ですよね絶対。で道はねこういう感じでポールが立ってて迷うことはないと思います。きつくなってきました。足がねちょっと疲れてきたのと、なんかねお腹が痛いんですよね。腹下した時の痛みとかじゃなくて、なんか内臓をね握られてるような、そんな痛みなんですよね。登り切って帰れるかが不安ですね。帰れなかったらね山に取り残されて死ぬんで、いやーちょっと痛いな。こっちのね左腹が痛いんですよねマジで。ロキソニンでねだいぶマシだ、痛みはねマシになってるんですけど、深呼吸するとねマジで痛いんですよね。走ってる人いるんだけど、どういうこと？どういうこと？それは下ってきてる人いるからね、多分もう少しでね着くと思います。てか早すぎだろ登んの。なかなか着かない。どんどん痛くなってきた。ガチでやばい。もうこれトロルトゥンガでいいんじゃない？もう十分綺麗よ。ここすごい岩の間をね水が流れててめちゃくちゃ綺麗。もうどこ見ても絶景で、足場はねこんな感じでねびしょびしょなんで、ゴアテックス履いてきて正解ですね。結構ねちゃんとした湖来ました。すごいね水面近いです。でね水がめちゃくちゃ綺麗。引き続き頑張りたいと思います。多分ねあそこら辺で終わりだと信じたいです。ちょっと見にくいんですけど、もうね多分ゴールです。多分ね僕の目の前がトロルトゥンガなんですけど、ちょっとねまだ見ないように下向いて歩いてます。ちなみに今が10時半なんで、7時半から登ってきたんで、だいたい3時間ぐらいでね着きましたね。で休憩はねバナナぐらいしかしてないです。ということで頂の景色こちらです。やば、泣きそう、やばい。めちゃくちゃ綺麗です。ということでこちらです。
いややばすぎる。でね、下はもう一歩間違えたら死にます。あんな感じでね、もう崖です。で真ん中のやつがトロルトゥンガです。やば。1週間前まずノルウェーに来れるか分からなくて、実際来てみたらね、体調不良で当日までね腹が痛いっていう状態で、約3時間ね登ってきて、普通にね泣きそうでした。いやーめっちゃ綺麗です。とりあえず写真撮影行ってきます。イエイ。いや本当にね、なんとか登りきれてよかったです。いや来てよかったガチで。ということで今からねこの絶景を見ながらね昼ご飯を食べたいと思います。ということでこの絶景を見ながらねデカサンドイッチ食べたいと思います。逆光だけどいただきます。うんめえ。ただパンが硬え。今ね欲しいものを何でもあげますって言われて、何をもらいますかって言われたらね、お金とか権力とかそんなものじゃなくてですね、真っ先におにぎりとカップラーメンが食べたいです。はい、ここで食べるカップラーメンとおにぎりはね格別ですよ。ちょっとねパンはね違いました。美味しいけど絶対おにぎりがいいマジで。ということでちょっとゆっくりしてねまた下山したいと思います。ちょっとなんかこのままね帰っていいのかって思ってきて、もうちょっとね先にまでなんか進めそうなんで、ちょっと歩いてみたいと思います。意味わかんないんですよね。あれがトロルの下です。上から見るとなんか別に下には見えないですね。あー腹痛い。はい、ここももう断崖絶壁。ちょっとあっちの方気になるんだよな。ちょっとあっち行ってみます。うわめちゃくちゃ寝ちょってるな。どうしよう。こうでしょう。はい、こっち側に来るとねもう大草原とフィヨルドがね結構一望できます。でね伝わらないと思うんですけど、フィヨルドの水がねめちゃくちゃ綺麗で、こっからね底が見えます。ちなみに視力は2です。2以上です。綺麗すぎる。ここやばいです。バカ怖い。ちょっと男のロマンやりますか。はい。はい、危険なんでねやめましょう。こっちやな。はい。えぐい。おもろい。やっちゃダメだけどおもろい。ちょっとねさすがに帰れなくなりそうなんで引き返します。石がね3回以上跳ねたらチャンネル登録よろしくお願いします。やばくない？見た？はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ここから来た道を 3,4 時間かけて戻りたいと思います。もうさハイキングってさ行くだけでよくない？帰りが本当に嫌だって毎回思うんですよね。うわー！はい、ということで昼寝とか休憩とかもね含めて約4時間でねついに P3 まで到着しました。いやマジで嬉しい。でねこっからね P2 までは事前予約がなくて直接ねドライバーから買う感じです。ちょっと体力的にねいけそうなんでちょっとこのままね歩いて帰ります。ちなみにね料金は一緒で150ノルウェークローネですね。でちょっとね帰りながら今回ね持ち物を紹介したいと思います。僕はね水 500ml×2 とサングラス、日焼け止め、食料、ウルトラライトダウン、あとこのノースフェイスのマウンテンパーカー、これユニクロのいつも着てる1枚で、下何も着てないです。ズボンは普通のスキニーみたいなやつで、
下にはねヒートテックとかも着てないです。下はね絶対に1枚でいいと思います。パンツとズボンでいいと思います。で上はね相当な寒がりじゃない限りは9月上旬だとこの1枚とマウンテンパーカーだけでねいいと思います。正直ねウルトラライトダウンはね使わなかったです。日焼け止めもそんな日差し強くないんで使ってなくて、サングラスに関してもね同じく日差しが強くないのでね使わなかったです。であと水なんですけど、荷物最小限にしたい人は 500ml1 本でね多分いいと思います。水がね汲めるんで、自然のね水飲むって結構いい経験だと思うんで、飲んでみることをおすすめします。全然美味しかったし。ということでね、今からまたくねくね道下山していきたいと思います。ごめんなさい。あとトイレットペーパー忘れてました。トイレットペーパーは必須です。あとねそれを入れるゴミ袋とか予備の袋とかもね持ってきました。僕はね台はねしなかったんですけど、トイレないんで10時間トイレットペーパーはね絶対持ってきた方がいいです。ということでついにP2 到着です。いやー長かったマジで疲れた、さすがに。ということでね往復27キロのハイキングでした。もうマジでね足パンパンです。でね27キロってどれくらいかっていうと、東京の一番東からね千葉の一番西まで歩いたということになります。しかも山道をね行ったということで誇り高いです。下りの方がね結構きついです。でこの靴なんですけどもう最高でした。超歩きやすくてね、で泥も全然中に入ってこないし、これはもうおすすめすぎますね本当に。で登ってみた感想なんですけど、 P3 からだったらお年寄りの方でもねいけると思います。50歳60歳の人もね結構いたんで、 P3 からだったらね多分ねいけると思います。でね P2 からもね全然いけなくないです。ちょっと病み上がりだったんできつかったんですけど、多分万全だったら普通にいけてたと思います。ということでまず入国できるかも分からず、当日のね朝本当にね登れるか不安だったんですけど、もう途中でねもし登れないってなったらめちゃくちゃ大金払ってヘリコプターで運んでもらうか、夜になって投資するかの2択なので、本当にねやりきれてよかったです。ということでね、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちなみに今日まだ宿決まってないです。